こんにちは、シャチパンです。今回は少し前にニュースであったソニーのブラビアが TCL に譲渡された件についてです。このニュースは多くのソニーファンが衝撃だったと思いますが、 TCL との禁断のタッグ、これは今後日本のテレビ業界に激震をもたらすことになるかもしれません。一体どういうことなのか解説していきます。2026年3月31日、ソニーとテレビ世界シェア2位を誇る中国企業 TCL との2社間における合意内容が発表されました。すでにご存知の方も多いと思いますのでさらっと流していきますが、シャチパンが気になったところは大きく分けると3つでした。1つ目は合弁会社ブラビアの設立。出資割合自体は TCL51%、ソニー49% と経営主導権自体は TCL が持つものの、ソニーも半数近く持つのでそれなりに発言権があります。人事権はもとよりブラビアのブランドを好き勝手使わせないという気概を感じましたね。2つ目は譲渡範囲。テレビだけかと思いきやこれ見よがしに採算性の低い事業をあらかた譲渡しています。業務用ディスプレイやプロジェクター、ホームシアターシステム、コンポーネントオーディオ、サウンドバーが対象です。意外と範囲が広いですね。サウンドバーも対象と聞いて驚かれた方はいらっしゃるかもしれません。実はソニー、サウンドバー市場は世界的に高いシェアを持っています。そこまで手放すのっていうところにソニーの本気を感じました。3つ目は時期。新会社による事業開始は来年2027年4月を予定とのこと。つまり来年はまだ純ソニー製品である可能性が高くて、2社の新商品はおそらく2028年からの販売となりそうです。つまり裏を返すと、ソニーの純正品がどうしても欲しいよっていうことであれば来年がおそらくタイムリミットです。今回の契約にはソニーの製造拠点であるマレーシア工場の 100% 譲渡も含まれています。設計開発のソニーと圧倒的な製造コスト競争力の TCL という役割分担がより明確となった形となりました。ソニーのテレビは動画でも触れましたが、決して順調ではなく、最近では他社に押され存在感を失いつつありました。それはソニーの選択と集中戦略であったわけですが、過去ソニーの技術は世界最強でした。かつてのソニーは未来のディスプレイを次々に世に送り出していました。その凄まじい歴史を我々は振り返るべきでしょう。今年 RGB ミニ LED 搭載の液晶モデルが国内で初めて登場しますが、これ実は今から20年以上前の2004年、ソニーが世界で初めて採用しています。厳密に言うとミニ LED ではなくて通常 LED で、さらに RGB の独一制御は当時の技術では難しかったんですが、今の設計思想を20年以上も前に形にしていたのはさすがですよね。代名詞であるトリルミナスディスプレイという商標もこの時初めて登場しました。それから今では誰もが知っている有機 EL テレビ、これも今から20年前の2007年に11インチという超小型サイズでしたが、ソニーが世界で初めて実現しました。当時 CTEC で初披露していましたが、新入社員だったシャチパンも実は現地にいてですね、度肝を抜かれたのを覚えています。ぶっちゃけソニーの一人勝ちでした。さらには量子ドット、これを初採用したのも実はソニーでした。2013年に登場しましたが、重金属を用いてたことでの環境リスクや公式蛍光体の台頭があり、販売期間はわずか1年という短い期間だったものの、色彩の常識を変えました。いずれも2026年現在主力を張っている技術です。しかしいくら世界に誇る革新的な技術があっても、テレビという業界性質上パネルに巨額投資しているメーカーが強いんです。ソニーも例外ではなく、2010年代に入り苦境に立たされ、リーマンショックや国策で攻めてくる中国韓国勢になすすべなく、2014年一旦テレビ事業を分社化。一方当時国内でパネルを製造開発していたシャープは一気に経営危機まで追い詰められ、ついには台湾の鴻海に丸ごと買収されました。それくらいパネル事業っていうのはハイリスクハイリターンなビジネスでした。さすがに国が相手では分も悪く、
ソニーはハードウェアであるパネルを追うのをやめ、ソフトウェアで勝負する選択をしたのでした。その甲斐あってか、テレビ事業は再度本体に統合されたりと、一時期に比べたら一旦は回復しましたが、最近また業績が落ち、自利品な状況でした。さて、 TCL に身を委ねることとなったブラビア。ネットを見るともう終わりだなんて言ってるとこもありますが、果たしてそうでしょうか。シャチパンはむしろここからが始まりだと思ってます。過去私たちは事業譲渡され、見事な復活劇を見せてくれたメーカーを知っていますよね。それは2018年にハイセンスに譲渡された東芝です。出資比率はハイセンスが 95%、 東芝が 5% と、経営権はほぼハイセンスとなっていますが、 TVS レグザと社名を変え、今や国内トップシェアまで上り詰めました。当時東芝は映像技術、国内販売網はありましたが、価格優位性、資金力が不足していました。逆にハイセンスは圧倒的な資金力、世界規模の調達による価格優位性がありました。これらが合わさり、互いの弱点を補完できたのが成功の秘訣です。メーカー勤務の方なら皆知っていることですが、販売台数が多いと部品代が抑えられます。たくさん食材を卸しているスーパーは価格が安いのと同じで、たくさん部品を卸してくれるメーカーも割引が効くんですよね。ハイセンスの世界規模の事業展開は、同時にテレビの製造数も押し上げて、テレビで最も高価な部品であるパネルの原価を落とせるんです。それくらいこの業界は非常なほどに数こそ正義な世界。 TVS レグザは高画質で高性能なテレビを低価格で販売することができ、瞬く間に業界トップとなったのでした。しかしそれはそのままソニーにも言えることとなります。ソニーは世界的なブランド力、国内販売網、そして高い映像技術があります。一方 TCL は圧倒的な資金力、自社生産のパネル。この2社の禁断のタッグは過去の東芝ハイセンス連合をも超えるかもしれません。加えて TCL は安価なモデルが得意中の得意ですが、高価なモデルのブランディングはややいまいちです。世界的なネームバリューのあるソニーとの提携は願ったり叶ったりだったのかもしれませんね。製造工場まで垂直統合モデルである TCL と水平分業、ファブレス化を進めるソニー、互いの利害が一致して今日の合意に至ります。ブラビア譲渡のニュースを見て、ただ単にソニーの高い映像技術が海外に流出したと悲しむ声があります。まあ実際その通りです。ですがこの譲渡を経て、あの強かったソニーのものづくり DNA が生き残り、昔のようにワクワクする製品を世に出してくれるかもしれません。新会社の製品はおそらく2028年以降、そこからが本当の勝負になります。新ブラビアが躍進するのか、現王者の TVS レグザの前にひれ伏すのかは分かりませんが、今後の展開を見守っていこうと思います。さて皆さんはこのニュースを聞いて何を思ったでしょうか。新商品が発売された時、皆さんはブラビアのロゴが入った TCL のテレビに見えるのか、 TCL のパネルを使ったソニーのテレビに見えるのか、果たしてどちらでしょうかね。以上、シャチパンでした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね